フルリモートするときはフルリモートするでいいと思ってて、出社するときには出社するでイベントがあったらいいと思ってる。そうなんかみんなと何かするとか、研修があるとか、クライクオールハンズがあるみたいな、そのみんなで打ち合わせするタイミングがあるみたいな。ただこのクライクのオフィスに来て打ち合わせをお客さんとするだったら全然もう自宅にいいなって思っちゃうんですよね。確かにそうですね。何かしらみんなでやるイベントがあるとか、今そんなないけど飲み会があるとか、みんなでご飯食べるみたいなのがあったらいいなと思いますよ。やっぱずっとねフルリモートでなんか失礼だけどこの会社で働いてる意味あるっけって僕どうしても思っちゃうんですよね。別にそれこそフリーランスでよくない？ SES でフリーランスあるかもしれないですね。その会社で働いてるんだったらオフィスとか人とか結構重要だけどさ、業務委託とか副業とかだったらさ、正直そこよりも大切にしてるものがあるかなと思ってて、そうっていう観点かな。やっぱりオンボーディングの時は絶対現地でみんなとこう顔を合わせてやった方が圧倒的に効率がいいかなっていう。研修だけっていう観点だったらウェブでもよくないですか？僕の場合同期がいたので、例えば一つ研修終わります。もしそれがウェブの研修だったら終わった瞬間こう一人になるわけですよね。無事って無事っていうのが切れて、それをどう感じたかみたいなのをその場ではまず共有できないじゃないですか。それをお互いレポートにまとめて初めてアウトプットになるみたいなところで、言ってしまうと孤独ですよね。自分の理解感とかのギャップとかもよく分かってないし、めちゃくちゃ不安だろうなって想像したら思いますね。それはなんか感想を言い合ったりとか、分かんなかったこと聞いたりとか、そうですよかったねみたいな、共感する相手がいたからそうですよかったみたいな感じ。まさにそうですね。だから最初の頃、それこそ同期と一緒に話した時は、こんな研修あるんだ、よかったね、こういうのも分かってみたいなことだったりとか、この内容が入社後求められるんだ、結構やばいなみたいなそういうコミュニケーションが終わった瞬間にまずできるっていうのは、結構良かったなと思います。それが全部一人で抱え込まないといけなかったら、これってずっと求められ続けてるのかは自分できてるのかできてないのかよく分かんないなみたいな感じでずっと働いていくみたいなのって、最初はなんかその研修とかそういう仕事っていう観点ではなくて、やっぱり人と人の関係性を深くするためにあった方が絶対いいなって、些細な昼飯食ってる時の会話でその人のことちょっと知りたいね。無駄と思われるところが出社だったら分かるけどフルリモートだったら分かんないみたいな感じだよね。出社にする方が楽だと思う。完全に出社っていう方が、フルリモートでやる方が難しさは残るだろうなと思ってて、その間のって週1出社週2出社ぐらいがちょうどいい。めちゃくちゃちょうどいい、ちょうどいいと思います。